空が青いな。はい、ということでね、午後からはちょっと便利屋の、仕事となりましてですね、はい、こちら、お隣コテランネさんのね、はい、アイスクリーム屋さんなんですけど、このログハウスがですね、はい、ちょっとこれもう腐ってきて、窓枠がずれてしまうということで、ちょっとこの辺をね補修していきたいと思います。散歩枠外したんですけど、ちょっともうここがグズグズで、腐ってますね。はい、ということで、この横もそうなんですけど、はい、ここもそうなんですけど、この下場があまりいい状態じゃないですね。はい、ということでどうしようかなという感じでございます。はい、ということでね、今回ベニヤの仕事で、お隣さんからねご依頼を受けまして、はい、こちらログハウスのね、窓枠のところですね、散歩枠、上はいいんですけど、下ですね、下と横、がですね、ちょっとなんか木が腐ってきて、グラグラになっているというご依頼いただきまして、本来であればね、全部建て替えるという形になるとは思うんですけれども、いやもったいないですよね。はい、ということで、とりあえずねもう少し使えるように、補修するという形で、ご依頼を受けましたので、腐ってる木をですね、新しい木に交換してですねやっていこうということで、とりあえず窓枠外してみたんですけども、こんな感じで腐ってますよということで、ご依頼主さんに、LINE の写真を撮って送っておる次第でございます。はい、ということでね、ちょっとね、窓枠を全部一回外してみたんですけど、はい、こちらの奥がねもうグズグズということで、ここ窓枠を固定するための、相手がもうグズグズなんで、はい、ちょっと材とかね、ログ材ではないですけども、間柱的なものを、123、4本入れて、はい、それでちょっと次回ですね、材料を注文して、はい、それで収めたいと思います。ということで、次回に続きます。どうもありがとうございました。はい、それではですね、前回に引き続き、こちらね、窓枠のところ、ここがもう下が腐っちゃってるんで、これをですね、切って貼って、移植していきたいと思います。はい、ということでね、翌日になりまして、材木屋さんからね、材木を調達してまいりまして、はい、また窓枠をですね、外していきます。はい、まず化粧枠を外しまして、はい、そして、窓枠を外していくと、いうような作業となります。はい、この時点でね、グラグラなのはわかると思いますが、もう腐っていてですね、はい、きちんと窓が固定できない状況ということでございます。はい、とりあえず散歩枠を全部外しまして、はい、そして、下もね外しまして、まず腐食状態を、再度確認いたしました。はい、
でログ材がですね、まあもうないわけでございますから、もう代替となるね木を当てるしかないということで、まずですね、一番下の段を切り取りまして、はい、そしてですね、横の部分ですね、ここも1、2、3本ぐらい腐ってて、もう交換しないともうどんどん下に落ちてしまう状態なので、上のね、2、3本は、生きてますんでね、まずは、落ちないようにビス止めをしてですね、はい、そして、本当はね、ずっと横まで交換した方がいいんですけど、木を組んでいるところまで、交換するとですね、構造上良くないので、手前のところでですね、切り取りまして、はい、マルチツールでね切り取りまして、そして新しい木を当てていこうというふうに思っております。はい、ということでね、上のね、木が落ちてこないようにビスで固定いたしましてですね、はい、そしてこれログ材で、凸部分、凹部分というのがね挟み込み式になってますんで、今回はログ材ではございませんので、出っ張りを、マルチツールでフラットにいたしまして、そして、はい、こちら真柱をね、2枚重ねて、貼っていこうと思っております。はい、じゃあね、レーザー水平器で立ちみたいと思います。はい、立ちっていうのはね、垂直、部分で窓枠の部分を、揃えなきゃいけないわけですからね。はい、まず、まっすぐレーザー当ててまして、下場に印をつけてですね、はい、通りを見ます。はい、そして真柱をね、今のログハウスの厚みに、まず切ってきます。丸ノコでね最初切ってたんですけど、結構硬いんですよこの木がね。はい、ですので、隣がフッツラボーでございますのでね、ちょっと、手のこ丸ノコでやるともう時間かかるということで、フッツラボーの方に、この後ね、戻りまして、卓上丸ノコで、切っていきます。はい、ここの進みが悪いのね、よくわかると思いますけども、硬いんですよこの木がね。はい、ということで、とりあえずね、短手をね2本切りまして、はい、そしてそれを重ねて取り付けていきます。はい、一番下がね、また少し切り替えた形で、映像は撮れてませんけれども、そして2段3段と、真柱で組んでいきます。はい、トンカチでね軽く叩きながら、上に上げながら、はい、そして、ピシャリとね収めていきます。で、ログ材でないものですから、はめ込み式ではございませんので、ビスで斜め打ちして固定していくというような形でやっております。はい、そしてね、窓枠ね、の方を取り付けていきます。一応これでね、窓枠の方は新しくなりましたので、はい、グラグラすることはねないのかなというふうに思いますので、はい、全部、まずは三方枠ですね、はい、を新しい材料で、留めていきます。はい、そうしましたらですね、実際の窓枠、本来ならねここアルミサッシとかで、もう収めちゃった方が、
いいと思うんですけども、アルミサッシをここに入れるとね、やっぱりログハウスの雰囲気っていうのがね、なくなってしまいますんで、元々の、扉をですね、はい、元に戻していきます。はい、もうちょっとこの枠もちょっと腐り気味で、ちょっと心配なんでございますが、はい、とりあえずね、窓を戻しまして、はい、そして、止めていくんですが、ちょっとやっぱグラグラでね、調整が必要な感じなので、はい、やっぱり窓枠自体も、下葉が腐ってきますんでね、はい、長板が取り付いているところあたりをもう全部切りましてですね、新しく、いわゆるたるきと言われるものをあてがいまして、はい、そしてそこの部分だけね、新しく交換いたしました。はい、そしてね、窓枠の長板をね、微調整しながらですね、はい、止めていきます。ちょっと、左下がりかなということで、もう一度外しまして、そして取り付けいたします。再度ね、そんな感じを何回か繰り返しまして、水平に直接取り付けられたということで、はい、一応ね窓枠完成という形になります。ということでね、今回ねちょっとこの後映像撮れてないんですけれども、防偽塗装というね、塗装をですね、新しく交換した材には、防偽塗装をいたしまして、はい、そしてね、やはり柱と真柱の間隙間がちょっとねできてしまうんで、はい、そこはねコーキングを打たせていただきました。はい、ということで、今回のお仕事はこんな感じになります。簡単なように見えますけどね、いや結構大変でございました。はい、めちゃくちゃ、大変でございました。はい、ということでね、今回こちら、ログハウスのね、こう腐った部分ね、を補修して、窓枠を戻させていただきました。はい、で腐ったやつがねこんな感じ。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、便利屋の仕事で、ちょっと2日にわたってですね、はい、こちらログハウスのですね、腐食した部分を交換いたしました。はい、ということでね、もうちょっと夕方6時近くなっちゃったんですけど、はい、終わりとなります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。